いやー、参っちまったね。あ、英語でそうが始まるよ。イェイイェイイェイ。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。いつもどうもね。今日のテーマはこちら。じゃん。えね、なんじゃそりゃ。くまさん、なんですかそれは。これは水言二風剣です。カンフー？違います。だからストリートファイターに出てくる。出てきません。あれだよ、ほら、ジャンプしたりしてさ、なんとか剣って昇竜拳、波動拳、水言二風剣。水言二風剣と、水言二風剣と。くまさんさ、一回ストリートファイター消そう。だったらもう何にも出てきませんね。はい、ちょうどいいので、くまさんと一緒に水言二風剣を見ていきましょう。そうしましょう。水言二風剣というのは、法華経の重量本の下の部分に登場してきます。わかりません。下って何ですか？受領本を読むとわかるんだけど、受領本には前半部分と後半部分があって、前半部分で話された内容を今度は後半で下にして読まれていて、ちょっと、すいません。だから下って何ですか？詳しくはないけど、その韻を踏んだなんか詩っぽくなってることのやつらしいよ。英語ではバースっていうらしいんだけど、見たら一番わかりやすいんだよね。前半の受領本の漢字とはちょっとなんか違ってて、なんていうの、なんか語呂がいい感じになっているんです。要は、例えば歌の途中からこう、ヨーヨーってラップが入ってくる感じだから詳しくはないので、そうそう、ヨーヨーってとこの感じですとは言えないんだけど、受領本の前半で、こう、ああでこうでって説かれた話の内容を、こう、キュッと要約して、簡潔に伝えようとするときに、ゲという形で読まれてんだよ。このようには言えるかもしれないね。私たちが朝晩読受するのが、受領本の中でもこの下の部分。下の出だしがチーガー特物来ってチーガーという言葉から始まるので、受領本の下っていうのは自我下とも言われています。なるほど。それで自我下って言うんだ。で、さっきの昇竜拳みたいなのは？だから水言二風剣ね。それはその自我下の中にあるってことなんだね。そういうことです。ここまで大丈夫？わかった。では、水言二風剣とはどの箇所に出てくるのか一緒に見ていこうと思います。ここですね。ガジョー中央市イーショー人数力量天道修上水言二風剣。はい、出ました。僕知ってる。朝晩言ってるわ。ガージョー中央市イーショー人数力量天道修上水言二風剣は全然意味わかんないけど、口が勝手に動くね。気持ちいいね。ガージョー中央市イーショー人数力量天道修上水言二風剣。あちょはいりません。すいません。はい、これは仏がこのように説いているところです。私は常にここにいるけれど、点灯している主情には近くにいても見えないんだよ。近くにいても見えない。これが水言二風剣になります。イメージしやすいものとしては、そうですね。星の王子様という本でこんなセリフがあります。物事っていうのはね、心で見ないとよく見えないんだよ。肝心なことって目に見えないんだ。肝心なことって目に見えない。水言二風剣のところで言うところの目に見えない肝心なことっていうのはガージョー中央市ですね。私は常にここにある、ここにいるってところになります。仏は常にここにいるけれど、それは近くても見えない。なるほど。じゃあ、腰の外に法はないっていうところで言うなら、つまるところ、仏の働きや仏の命っていうのは自分の中に常にあるんだけど、自分の命がこう、転倒している。つまり何かすんごいカオスになってて、こう、霧に覆われてしまっていると、それがあっても、その肝心なもの、自分の中にある仏の命は見えてこないんだよってことかな。ニュアンス的にはいい線いってるんじゃないでしょうか。ここで気がつかなきゃいけないポイントは、もともと仏の働きは常にあるのに、あなたの命が見えなくさせているんだよ、というところですね。ここからが核心部分ですが、例えば私たちっていうのは何かの悩みを解決するための手段として大抵の人はこの信心をします。しかしここが大切なところなんです。この信仰の本当の
の力というのは、自分の中にある仏の命を見えなくしているものを見える命にさせる力のことなんだと思うのです。この信心で自分の悩みを乗り越えるために奮闘しているはずが、実は様々な悩みを乗り越えようとするエネルギーを使って自分の命にある曇りを取り去り、よどみをきれいにする戦い。つまり見える命にさせるための戦いをしている。悩みっていうのは実はこの戦いをするための燃料にしか過ぎないということがわかるんだ。一人一人の命の曇りやよどみは違っても、おそらく私たちは誰でも水根二風圏、近くても見えないところからスタートして、見える命にするための戦いを繰り返すことで、その曇りやよどみは消え、常に仏の命が見えている状態。自分の動きそのものが妙法の働き、仏の姿に変わってくるということ。このように生きてほしい。私たちがこの戦いを通ってくるように、あえて見えなくさせているんだよ。これが、画上中央市、異小神通力、両天道修上、水言二風圏なんだ。私は常にここにいるんだけれども、もろもろの神通力によって点灯している主情には、近くにいても見えないようになってんだよ、ということ。だから見える命にさせる戦い、そんな過程を楽しむために、実は私たちはこの信心をしている。まさしく受領本の中に出てくるこの言葉、主情所有楽、Living being enjoy themselves at ease。自分の人生そのものが有楽する舞台に変わっていくのです。池田先生はかつて自分の戦いで自分の苦悩に意味を与えるとおっしゃったことがありました。意味の持つ悩みが出てくるとは言わずに、意味を与えるとおっしゃっています。意味の持つ悩みが出てくるだけなら、自分の無意識なところを待っているようなイメージがありますね。どこまでも戦いは自分にある。意味を与えていくという強さ。先生のこの強さが、このちょっとした言葉の違いにもなって現れてきます。自分の意志がまさに自分の戦いの本因となっているこの姿。日蓮仏法は本因名の仏法であると言われますが、それを実行しているかどうかは、こういう何気ない言葉でわかるもんなんです。なるほど。今日は以上でございます。みんな風邪ひくなよ。それでは皆さん、素晴らしき人生を。英語でそうかでした。またね。